今日は友達のゆうすけさんとコリアンスパに来てますということで、なんで価値観の違いです。大きなことは本当にざっくりなことなんですけど、で折り合いつけなきゃいけないとこつけられなくなっちゃうから、そうだからだって俺だってさ、やっぱ距離があったからさ、うんそれこそ将来的には一緒に住むみたいな話ももちろん知ってたろうよ。言ってましたよね。だけどさ、うん俺この人と一緒に絶対住めないなって思うことがやっぱいくつかあってさ。そうだったんですあか？るある。生活スタイルが違うからさ、価値観も違うし。で、お互いさ、もう40前後だからさ、自分の生活スタイルが確立されてるわけじゃん。そうなんですよ。それなんですよ。そう。もうね、無理だと思った。一緒に住めないと思った。本当に。なんかそう違う人とも話したんですよ。そうだからもう40とかになると、自分も含めて、だからそう環境とかも変わってるから、でその価値観みたいなのを変えるっていうのが難しいんですよね。そうだからその人が悪いとかそれは違うんですけど、それはもうもう合わないの。価値観が合わないっていうだけで、その人が悪いっていうのはそういうのが世界なんですよ。だからそれこそ彼の友達がそういう人たちばっかりだから、それが当たり前なんだけど、自分は違うんですよ。自分の周りの友達そういう人たちじゃないから、そうだからもうお互いに別れて違う人を探した方が幸せになるって言って今回決めたんです。本当はだから価値観が違うなと思った時点で別れるべきだったのかもしれないけど、だからそれこそだから好きだからこそみたいなことがあったから、だからそういうなんだろう、時間も年も自分の年も年だから、そういうことに時間を費やすべきではないのかもしれないけど、もうこれこそなんかご縁というか出会って好きになって以上彼を信じたいっていうのがあって、それはあるよね。そうなんですよ。まあでもいいことと考えましょうよ、それは。やっぱり。前を見て。もうそうなんですよね。前のことしかないんですよ、本当に。めんどくさ。めんどくさい。なんかアプリ始めたのはいいけど、やっぱりそういう始めたの？出ましたよ。早いね。いや、早いっつってももうだって2月ですよ。そうだけどさ、でも別れたの12月。でもしばらくやっぱ使ってませんでした。そういう気になれなくて。でもやっぱ何か探さなきゃと思って、とりあえず全話急げで立ち上げましたけど。何やってんの？グラインダーだけど、今までの経験でそういう真面目なアプリやったんですけど、ほぼほぼいないんですよ。そういうところでしか出会いがないにしても、やっぱそういうアプリだから、そういう人としか集まらないんですよね。なんかそういうのもなんかもうめんどくさってなって、あんまり出てないです。なんか暇な時に見るぐらいで、だからちょっと出会いの方法を変えなきゃとは思ってます。とは言ってもなかなかないですね。そうなんですよ。めんどくさいよね。また一から探さないといけないもんね。そうなんです。一から探して、またなんかそういう駆け引きみたいなのをし、そうね。めんどくさいよね。特に LA は自分が思うにすごい競争率が激しいというかな気がするんですけど。競争率というよりはさ、なんかこうあんま真剣に考えてない人の比率が高いでしょ、きっと。それはなんか正直ゲイ全般な気がするんですよね。まあそれもあるけど、特に LA だはさ、いろんなとこから人が集まったりさ、そもそもさ、長い付き合いが難しくない？その自分の地元に帰っちゃうとかさ、LA で出入りが激しいからさ、なんか生粋の LA 人みたいな人ってさ、そんなになんかいないような気がする。でももしも付き合う人でなんかどっか帰っちゃうけどってなっても、そこで結婚ができるなら自分はついていきますけどね。台湾とかね。台湾とかでもいいし。それもあるよね、確かに。アメリカである人はね。全然むしろ別に LA じゃなくても全然構わないました。
はそうだ。うん。そうだ。荷物まとめて送り返してましたよね。繰り返した。じゃあ、ヨシケさんはなんか、この、彼からもらったものとかは、こう、処分する人なんですね。そうだね。うん。全部リセットしたいタイプ。ああ、そうなんだ。自分、全然気にならないさ。あ、そう。だってこれももらったもんですよ。あ、そうなんだ。入食もそうだし、靴も持ってるし。そうそう。なんかそういうさ、なんか日用品っていうのかな。なんかそういうのだったらさ、記念のなんかとかじゃないんですよ。ネックレスとかじゃないんですよ。自分もらうものって基本そうだったんですよ。そうそう。わかるよ。だって俺だってさ、靴とかさ、服とかさ、もらって、それは普通に使ってるもん。あ、そうなんですか。でもそれこそちょっとアクセサリーとかさ、ちょっと高価ね。とか、それこそ置物とかさ、そういうのはさ、なんか、まあ確かに蒸し返すだけじゃん。そうですね。別にいらないし、正直。だからそういうのはもう全部、確かに繰り返して。そっか。だから自分、なんか、自分の考えすぎなのかもしれないですけど、多分ジンクスがあって、何か物もらうと、続かないイメージがなんかある気がして、自分の中で。まあ、今まで自分逆に長く続いたかってなったら続いてなかったんですけど、なんか、だから長く続きたいから、次付き合う人に誕生日なり何か記念日なりとかっていう時に何か贈り物をもらうってなった時に、逆に贈り物いらない、贈り物はいらないことにしようと思って。だから逆に、もうなんか物はいらないから、経験も、そうをくださいって言おうかなと思って、なんかどっか連れてってもらったりだとか、旅行とか、そう何かと思った。だからそうしましょうと思って、次から。いいと思う。別れて一番いいのはやっぱりね、お金が節約になる、だいぶ。余計なもの増えないし。まあ確かに。そうだ、思い出した。だから自分、ノームズ行こうって言ったんですよ。覚えてます？覚えてる。あれは、なんでって言ったら、自分、クリスマスの時期ぐらいに、50ドル分を買うと25ドルのギフトカードがつきますっていうのがあったんですよ。そしたらもう実質25ドルで、だから1人1食分ぐらい多くもらえるからと思って、で、覚えてます？毎週末ノブで行ってたの。毎週末行ってたの？彼と、そう。彼のお家近かったから。結構行ってるなと思ってたけど、毎週末、ノブで食事してたんですよ。食っていうか、ブランチしてたんですよ。だからっていうのがあったから、その方がお得じゃないですか。だからって買ったんですけど、買ったはいいが、だから別れちゃったから、そういうことね。それで、そのギフトカードの期が切れるのが1月末だったんです。だから行きませんかって言ったんですけど、タイミングだね。まあ。だから行きましたよ。前に、一人で夜、雨の中。雨の中。そう行きました。いや、でも。ここもあるやん。これ熱いやつ。本当だ、202度もある。でもほぼ変わらんよ。これそう。何やって足が痛い。いいね。足が痛い。足痛くないですか？足が痛い。痛気持ちいい。めっちゃ不健康なんだけど。めっちゃ不健康。めっちゃいいじゃん。いいね。足つぼ、公園にある足つぼ、はい。あれ歩けないんですよ。そんなに？健康じゃない？健康ですよ。めっちゃジム行ってんのにめっちゃ不健康。痛い。でも体が柔らかいよね。なんかストレッチしてるの見たけど。そうですね。すごいと思った。俺めっちゃ硬いんだよね。なんかいそうな気がするのよね。はい。インスタのフォロワーとかでさ。いそうじゃない？
ああ。いや、自分そんな、だからそれこそインスタのフォロワーがいないから、そんなに。ツイッターのフォロワーいるじゃん。ツイッターのフォロワーいますよ。ジャパニーズが多いのかな。そうなんです。あれは本当に、それこそなんでツイッター始めたかって言ったら、その友達との付き合いをとどめたいからっていうのが、ちょっと沖縄行った時に、本当その時ミクシーが入ってた時は分かる、僕に。だいぶ前だね。だいぶ前なんですけど、あの時に、沖縄のそのゲイだけの、そういうミクシー的なものがあったんですよ。なんかあったね。なんかミクシーのすげえ版あったよね。そういうのがあって、沖縄バージョンが。沖縄バージョンがあったんだ。あったんですよ。それがすごい盛んだったんですけど、それが衰えて、なんか、こう、なんか使いづらくなったんですよ。で、そのあたりにツイッターが出てきたんですよ。それでみんながツイッターに移動してるよってなって、それで自分もツイッターに流れて、それで。結構昔からやってんの、ツイッター。10年近いんじゃないですか。すごい。本当に10年以上とかですよ。だからツイッター誰かなんか発信するとかっていうよりも、その自分のその横のつながりを、仲間内のつながりをキープするために使ってるところがあるから、なんかインスタとはまた使い方別なんですよ。だから出会いの場にはならないから。なるほどね。そうなんですよ。だからなんか出会いの方法を考えないといけない。アプリはもうなんか結構ゴリゴリ。なんかね、あんまり期待ができないよね。そうなんですよ。やらないよりはやった方がいいんだろうけど、なんかもうまた一からプロフィール作ってさ、めんどくさい。自己紹介して。そう。めんどくさい。本当めんどくさいんですよ。めんどくさいね。だからもう一人で生きていけるように頑張る。まあそれがまずはそこ。まず自分の生活を守るというか、その基盤を整えないと何もできないじゃん。そうですよね。ちゃんとお金稼いで、ちゃんと住むとこを確保しの、ね。まあそうですね。そこがまず前提ですよ。でもこの撮影が決まったのってユースケさんからの一言だったじゃないですか。別れたっていう？違う。だから今度だからサウナ行きましょうよって言った時、これも撮影しようよみたいな感じで言ってくれたじゃないですか。あっちぇそうだからそういうこと？そうだからだってこれはだっていいネタじゃん。そうだなんかところどころ暑いんですけど、このゴザの上じゃないと。そういつもそうなんかもうそうなんか自分なんか YouTube 撮ってすごいなんか周りに恵まれてるなって思うのが、そうだから今撮影に協力してくれた人ユースケさん含めて3人で、そうユースケさんは結構協力的だからありがたいんですよ。協力的だよ、もちろん。そうだからありがたいと思って、そう一番初めに撮った時に、元気ないから撮り直そうって言ってくれたのも本当にありがたかったし、今回もだからこれサウナなんかいいネタになるんじゃないって言ってくださったのもすごいありがたい。自分はなんかすごい恵まれてるなと思って、だから皆様からのご意見をお待ちしてます。誹謗中傷はちょっと自分が耐えかねるのでおやめください。いやだけど、それはちょっと自分のメンタルは弱いので、ご意見はもう受け付けてます。ここがシルンドサウナ、ショルトサウナ。ちゃんとしょっぱいんだろうな。いいです。絶対人の汗のしょっぱさもあるからね。汗の結晶がそうとはなんか結構暑くないと思ったけど、やっぱ結構いると、ずっといると暑いですね。今何時だ？今5時過ぎ、6時前とか。もう6時になりますよ。結構いますね。来たのが3時ぐらいですけど。そうだよ。なんか食べる？なんかつけました？じゃあ食べましょうじゃん。食べましょう。
結構汗かいちゃいましたね。ね、満喫しましたね。じゃあもうこれからじゃあ外行ってご飯食べに行きましょうか。はいお腹空いたねじゃあとりあえずシャワー出てきます。はーい。 OK じゃあこんな感じでご飯いっぱい食べましたね。なんかめんどくさくて取りませんでした。ごめんなさい。じゃあまた改めてじゃあなんかまた動画撮りましょう。はい、ということで今回の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。そうです。お願いします。